岡村道夫こと杉並縄文人自称です。漆の話をしたいと思います。漆の木と一緒にそこにいた人たちが日本に入ってきて、で、南九州では日本の縄文文化を始めたんじゃないかと。アジアで漆の木が取れる、生えているそういう地域で、いち早く日本で、漆文化が芽生えた。でそれは今から9000年前から芽生えて、で極めてその漆文化が、かつては中国から入ってきたと考えられたんですけども、中国よりもはるかに遡ってで、9000年前から使われる。でその漆芸そのものはね、中国の伝統とは全く違うんですよ。その中身に関してはまた後で喋るとして、全く違っててですね、極めて日本独自のもので、そういう技術がずっと現代まで基本的には受け継がれてきてるんですよね。で、そんなこともあって漆のことをジャパンという、英語で呼ばれてまして、日本の固有文化として世界も認めてるもの、それに対して、ジャパンという言葉で言われてきて、大博物館だとかに行ってもですね、そのジャパン漆の、部屋があって、そこで、漆製品が立派に展示されてるんですけど、これは逆に言いますとですね、ジャパンといって日本の漆製品がすごく珍重されて、で外国に流れていくんですね。で外国に流れていった時、あまりにも高価なもの、輸出していくわけだから高価だったんでしょうね。で向こうではそれ丸々使えないんで、漆製品を分断して、で家具に貼り付けたり、そういう貴重なものに貼り付けていくぐらいの希少さで、ヨーロッパでそういう利用されていたんですね。でジャパンと呼ばれた。で要するにものすごく古くから9000年前から漆文化を発展させた。これは植物学者が言うんですけど、漆というのは、自生するものではない、野生ではいないんだと。育てないとダメなんで、外国から漆の木を日本に持ち込んでるんだろうというのが、植物学者の、特に鈴木光夫さんなんかの、主張なんですね。で植物学全般も漆の木は育てやんないか、今だって管理してやんないと非常に病気にも弱いし、そういう木だからみんな人間が育てたもんだということは、植物では定説になってるんですけど、でもじゃあどっから来たのって今漆の木は遺跡から出てきた漆の木で一番古いのは、福井県の鳥山貝塚で、今から2万6000年前という年代測定結果のある木なんですね。そんな時期に木だけ入ってくるの絶対おかしい。やっぱり日本に漆いたんじゃないのというのは私の考えなんですけど、この頃鈴木さんはいや中国から入ってきたんじゃなくて東シナ海があるでしょ。今東シナ海、今から1万3000年よりもっと古い時期には、東シナ海高原で陸地だったと。でそこに野生種である漆の木が生えていたんだと。でそこに
の、今は水没している海の底にある、東シナ海平原が、まだ陸地で人が住んでたんだけど、だんだん海水面温暖化で海水面上がってきて、攻めなくなって、でそれが中国に行く、それから、日本も九州にたどり着く、住めなくなる、その時に漆の木と一緒に、そこにいた人たちが日本に入ってきて、で、南九州では日本の縄文文化を始めたんじゃないかと、そういうことを言い始めたんですね。ちょっと面白い。そういう視点今までなかったな。初めて聞きました。だから沖縄の人たちとかは、その今台湾の方から、4万年ぐらい前に沖縄に来て、で沖縄の、旧石器大臣で、今は土穴、白穂、笠、ヌタバルなんていう遺跡からね、こう人骨が出てきて、でそれを測るとね、やっぱり3万年4万年と古いんですよ。そうすると日本列島に人が入ってきた一番流れの中で、古い人骨がどんどん出てきて、でそういう人たちが九州に上がってきたんだっていう、説を言ってるんですけど、どうもそういう島伝いで来たんじゃなくて、その平原が東シナ海平原にいた人たちが日本に来たんで、沖縄にいた人たちは、日本に来てないんじゃないかと、本州にはね。というようなね、新しい考え方が出てきてね、これひょっとすると当たってるかなと、思ってるんですけど、そのことはともかく、1万2600年前の漆の木がある、それからその後もポツポツ漆の木や、それから、漆の、種、そういったものが、あるいは花粉が見つかり始めてきたんで、縄文時代には漆を育てたことは間違いない。だけど、漆の木から樹液取って、漆製品を作るためには数年かかるような作業なわけですけど、そのことをなぜそんなことをやったのか。数年育てて、で、幹に、傷をつけると、数年経った木からはやっと樹液が出るようになるんですね。でその樹液をかき取って、そして、黒めるとかなやすとかっていうことをやるんですけども、天日、それから場合によっては熱を加えて、そして、濃縮させていくんですよね。それをなやしとか黒目とかっていうんですけど、そうやって、保管して、そして熟成させる。で実際に塗る時には、片一方で、赤い顔料、これはベンガラとかですね、それから水銀酒なんかもあるんですけども、土地から取った鉄分、そういうものを、再び焼いたりですね、より赤くして、そいつを砕いて、赤い、顔料を作る、そういうことも生産してるんですが、その赤の原料、それから黒の原料はアスファルトを使ったり、それから炭の粉とかそういうものを入れて、黒い漆を作るんですが、もう一つ重要なのは、漆はやっぱり、表面に塗ってって漆製品を作るわけですから、塗るべき、もの、例えば木でくり抜いて作った
ワンダとかサラダとか、そういう木の地がなきゃいけない。それから繊維塗る時には繊維に漆を染み込ませて、それを編み込んでいく。つまり植物から取った繊維がなきゃ繊維の漆製品はできない。まあこれは繊維の体っていうことなんですけど、木体、繊維体、それからカゴを編んでですね、カゴの体、これを卵体っていうんですが、そういうものにそういう素材を作って、それに、赤い顔料を、保管しておいた漆に混ぜて、で最後漆液にして塗るためにゴミを取らなきゃいけないんで、そのゴミを取るために、当時あった、編んだ布、そういった布に漆を入れて、で、ぎゅーっと絞って、そこから染み出してきた漆を使います。で、ゴミはその、編んだ、腰布って言うんですけど、その腰布の中にでこされて、腰布の中に多分残ってるはずなんですが、そういう腰布漆をこすっていう段階、そういうものを全部合わせて、だから漆のもともと木が持っている、その特性、漆液を出す、それからそういう漆の木の特性と、それからその塗る相手のものをちゃんと作っておく。ほとんど繊維的なカゴを編むのにも繊維作るのにもそういう自然の素材を使う。そしてそうか、それから入れる顔料も自然から作っていく。つまりそういう自然物利用、特に植物利用の結集した、そして、それを作り出す過程も木を育てるところから考えると数年も先を見通して、そういうものをしっかりこう総合化して、そして漆製品という非常に立派な日本固有のものができてくるわけですよね。それやっぱりプランニングされてるんですか？もちろん、プランニングでしょ、もちろんそういうそれぞれの、植物、あるいは植物の部分のその有効性を、長いスケジュールの中でプランニングして、でそれをそういう特性を、漆製品というものに結集していくわけですから、まさに総合芸術、総合生産物なわけですよね。でこれはもう優れた生産といって私はいいと思うんですけどね。そういうのを現代ではあんまりその生産と認めないようなところがあって、工業生産品だけが生産物というようななんかイメージ持ってますけど、そうじゃない、自然をうまく利用するという技、そしてそれは単に自然物素材をそのまま使うんではなくて、ちゃんと加工して使っている。これはまさに生産なわけですよ。縄文時代以来日本人はありとあらゆる自然を本当に育ててうまく利用して、そして森から生き方とか森の哲学、そんなものを教えながら、自然とともに、生きてきた人たちだったかなと。でその植物としては、その漆が代表ということですね。どうでしたか、私の話は。興味持って聞いていただけましたでしょうか。一生懸命語りました。チャンネル登録お願いします。よろしく。